照明のアイディアが湧いてきちゃいまして、エブリィに照明をつけるんですけど、キャラバンで使おうと思ってたけど使わなかった電球色の細い LED テープ、これを使います。それをメッシュの棚を固定するための支柱、この字型の90センチのやつですね。とこの90センチのここにすっぽりはまる角材、この角材に LED テープを貼って照明を下側にしてこう入れるとすると、この隙間からいい感じに光が漏れるんじゃないかなと。つける場所はこの2個先の固定箇所までがちょうど90センチだった、91.5 センチだったから、そこの辺を目指します。で、配線はここにね、プッシュ式のスイッチをつけたいなと思って、こういうキャップを買ってきました。この 12V 電源のヒューズボックスに 5A のヒューズを挿して LED ライト右用と左用それぞれ配線します。 0.5 スケアのダブルコードを使います。プラスマイナス一緒になってると配線が楽です。丸型端子、長さが6メートルあるんで一旦半分こします。右と左で3メートルずつかな。ヒューズボックス側がこれで設置完了。再線用の配線コネクタを使ってカチッとついた。でスイッチ、あれ、何このクソスイッチ。そういうことか。押してる間しかつかないんだこれ。やられたわ。ちなみにこの消費電力はつける前が 3W ぐらいで、つけたら 34W、 つまり 30W ぐらいか、全部で。実際はこの90センチ分しか使わないんで 10W ないぐらいになるんじゃないか。完成形はこんな感じになると思う。助手席の裏なんですけど、シートベルトのこの出てきてるところ、ちょっとモール剥がしたところちょっと通せたんで、運転席側は配線通しの針金をシートベルトの裏にこう通して、こっから配線出てんのも微妙なんで、こっから横から手突っ込んでこっから引き出します。するとこっから入った配線がから出てきたと。きた。こんな感じになった。イレクターパイプの端っこにスイッチができた。よし。これいけるっしょ、さすがに。あ、楽勝。おー、いいね、ツナみたいな。うまいってことだねこれ。大好評でニングル。91センチの角材。こんな感じで角材にテープ LED を貼りまして、照明がつく側を穴が開いてる部分に
じゃん。点灯させていただいてもよろしいでしょうか。これは。いくよ。うん、そこにスイッチがあるんだね。おお、いいじゃん。よくね。いい。この武骨な感じよくない？うん。イレクターパイプと合ってる色が。うん、黒のね。うん。結束バンドで留めただけだから外そうと思ったらすぐ外せる。おお。配線もね頑張って隠した。うん、綺麗。仕上がりがすごい綺麗。あ、ここにちょっとここに出てるだけなのね。そう。で中通ってんだ。壁の中通ってここからちょろっと穴開けて出してきて。うん。でここにスイッチつけたのが結構俺気に入ってんのよ。うんうん、いいねいいね。このキャップのところの穴開けてさ。うん、これもすごい工夫されてる。そっちも一緒。うん。充電式のさ照明もいいんだけどさ、うん、電池の残量気にしないといけないのがめんどくさい。結構ネックでさ、うん、これねもうこのサブバッテリーから電源取ってるからもう一切気にする必要ない。電池の残量とか最高。最高ですよ。こっちの方がちょっと明るく感じる。多分この穴からちょうど全部出てるから。穴と合致した。うん。これもちょっと微調整したらもっと明るくなるけど、でも多分大丈夫だと思う。気になる消費電力は今デフォルトで 3W。こいつが 3W ぐらい食ってるんだけど 3W で片方これつけると17W になるんで 14W かな。片側 14W。 こっちもつけると 17W が、31W ぐらいになるんでやっぱちょうど 14W だね。 14W 合計で、28W。 夜のライトの明かりを確かめたい。これ暗闇。おお、いいね。ちょっと眩しいけどちょっと目線と同じ高さに光があるから眩しいけど十分明るいよ。明るさは十分いいっすね。ちょっと眩しいけどいいんじゃない？だってほらこっち両サイドから光が来ると手元が影になることがないから、真上に光源があると結構ここで作業する時とかに影になっちゃったりするんだけど、その心配がないのはいい。